これでポリスブレイバーヌルオーバードライブになります。これで110帝王ゼロレオン完成になります。これでギガントポリスブレイバーヌルオーバードライブになります。これでなんとギガントポリスブレイバーゼロのアナザースカイモードに。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トミカヒーローズジョブレイバー特装合体ロボよりギガントポリスブレイバーゼロオーバードライブデラックスセットと交番アーマー110帝王ゼロレオンです。それでは見ていきましょう。ということでついに来ましたね、こちらが。はい。で、こっちのデラックスセットがもう全部入って、こう合体できますよっていうセットで、こっちがこのゼロレオンとこのオーバードライブウィングファルコンモードが入っていて、この合体させるには他のジョブレイバーが必要ですよっていうね、ものになっております。パッケージ見ていきましょうか。いや、めちゃくちゃにかっこいいんだよね、これが。はい。もういろいろと未知数のね、はい、数値を叩き出してますね。はい。で、こっち。はい、こんな感じになっております。いや、これのね、ほんとアニメがもう激アツで、皆さん見ましたか？ウェブアニメは。26話ね、もうすんごいもう感動の涙なしではね、見られないような回でしたけれども、今なんか総集編みたいなやつがね、ワッパーサイドとレイサイドで2つ見れるんでよかったらね、それも面白いので、懐かしいってなるんでよかったら見てください。はい。こんな感じでね、詰まりに詰まってますな、これは。で、シールね。はい。こんな感じです。なんかシール少なそうだね。そして、こっちのゼロレオンもね、見ていきましょう。このさ、ゼロ、レオでさ、きっとゼロレオンってことなんですよね。めちゃくちゃかっこいいですよね。なんか110とかもさ、110でさ、なんか本当に、めちゃくちゃかっこいい名前してるよね。はい。で、こっちも、なんかかっこいいね。シールと、こんな感じで入ってます。じゃあ、中身取り出していきましょう。中身を取り出すと、このような感じになっております。まずはこちら、見ていきましょう。ジョブロイド。レイくんですね。はい。こちら、このレイくんが操られて、ちょっとね、悪さをね、してしまっている状態になっておりますね。赤と黒でも、いかにも悪そうになってますね。で、これの前のね、やつと比べるとこんな感じになってます。はい。そう、目のシールが、ほんとめちゃくちゃたくさんあって、こういう優しい目もあれば、こう赤と黒のちょっと怖い目もあるんでね、はい。選んでね、貼っていきましょう。そして、今回のね、車、こちら。日産フェアレディ Z なんですけれども、見てください、この赤い模様。これがね、プリントされてるんですよね。めちゃくちゃかっこいい、これが。はい。こんな感じで、この覆面パトロールカー、何もない状態に、この赤の模様がついてるということで。はい、こんな感じになってます。で、あとは、こちら、このオーバードライブウィングファルコンモードっていうのがあるんですけれども、この前のヌルのこのウィングって余ってたんですよ。なんですけれども、その余らせないように、こう、なんか、ね、動物の見た目にしてくれてるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいし、あとこの合体する時の顔をここにくっつけておけるっていうのがね、はい、素晴らしいです。この顔が余るので僕はここの下につけてます。これを、つけなくてもいいんですけれどもね、はい。こんな感じになっていて、で、これが交番アーマーですね。もう、なんか地獄とかにありそうな見た目してますけど。はい。この元のやつと比べるとこんな感じになってます。はい。もういろんなパーツがね、くっついてるんですけれども、本当に余剰を出さないっていう工夫が素晴らしいと思います。はい。それでは、こちらのね、ジョブロイドと、この車合体させていきましょう。まずはこの武器を外します。はい。そして、これを変形させて、はい。で、これね、いきます。タッチ。はい。後ろが吹っ飛んで、で、ここから、はい。足を取り出す。はい。反対側も足を取り出す。そして、ここに、スッとね、
はい、差し込んであげて、反対側も差し込んであげて、はい。で、こうなったら、こちらの、はい、ウイングをこの背中に取り付けます。ちなみにこのウイングは他のジョブレイバーにも取り付けることができます。で、この顔ね、この顔動きます。こんな感じで回転して動くんですけれども、ここにこの悪そうな仮面をね、取り付けてあげて、で、この武器を持たせてあげれば、これでポリスブレイバーヌルオーバードライブになります。めちゃくちゃにかっこいいんだよね、これが。ちょっと普通のヌルもね、変形させていきましょう。いや、こっちのヌルもね、このちょっと紫っぽい青のこの色がめちゃくちゃかっこいいんですけれども、はい、こうやって変形のさせ方はもう同じですね。はい、こうやっていって足をくっつけて、反対側も足をくっつけて、でこのウイングをね、はい、こうやって取り付けてあげて、で、武器を持たせて、でこのマスクを取り付けてあげれば、はい、これでポリスブレイバーヌルになります。どうでしょうか。いや、このシルバーの角とかね、このやっぱ赤黒っていうのがもうだいぶかっこいいですね。このヌルがね、ポリスブレイバーと戦ってる時にブーストワークモード発動って言って、もうどんどん機体の熱が上がってって、でも真っ赤に燃え上がるこのね、ヌルオーバードライブに変身するっていうね、あのシーンめちゃくちゃかっこよかったです。はい。で、こっち交番アーマー、これをね、変形させてこのゼロレオンにしていきましょう。まずはこのパーツをいろいろとね外していきます。はい。でこの横のこれも外して、これも外して、ここもねいろいろと外していきます。はい。でそしたらこのここね、はい、このクリックの音がめちゃくちゃ気持ちいいと。はい。で足を下に下ろして、でこの足の下にこのパーツを取り付けます。はい。でね、はい、この A っていうのが右足で B が左足になるようにですね。はい。でここ、はい、このように腕を下ろしてあげて足にして、これまたこのね爪をつけてあげます。これも R と L があるので分かりやすいですね。はい。でそしたらここの白いボタン、これを下に一旦下げて、でこのパーツね、下に下がっていたら上に持ち上げる。で白いパーツをカチッとロックするという感じになります。そしたらこちらのパーツですね、これを半分で2つに組み合わせます。はい。で組み合わせたら、ここの2つのこの突起があるので、ここの穴にこれを差し込みます。はい。で差し込んであげて、こちらのパーツをこう組み合わせていきまして、こうですね。はい。こうやって組み合わせてあげて、でこれをここの穴に差し込んであげますと。はい。これで百獣帝王ゼロレオン完成になります。かっこよすぎるって、これは。ちょっとね、110と並べてみましょう。はい、こちらが110になります。110よりもやっぱりちょっとこの足がね、こう増えるっていうか、この、下駄みたいなの履いてたりとか、あと顔がめっちゃ大きくなってるので、なんかもう全体的に大きく見えますよね。なんですけれども、この内部構造というかね、ここの素体は110とほぼ同じ、のを使ってるんで、同じやつ使ってるっていうね、同じなのに全然違うく見えるっていう、本当にすごいよね。はい。
でさらにねこれ劇中ではやってなかったと思うんですけれども、このおもちゃでは、はい、こうやって足をこう横に開きます。こんな感じで開くことによって、はい、こちらのゼロレオンに、はい、ヌルオーバードライブを乗せることができると。いや嬉しいね。いやめちゃくちゃかっこいい。ほらこんな感じにすることができると。はい、素晴らしい。それではこちらのヌルオーバードライブとゼロレオン合体させていきましょう。まずはこれ外して、でこれも外してあげて、でこの背中のこれも外します。でこれもウイングも外してあげて、はい、でこれですね、はい、外す。でここをこのように戻してあげて、でここの拳にこれをねこうやってくっつけます。こんな感じで、はい、このね、でここにこのゼロレオンのこのパーツを一旦ちょっと外してあげて、でこうやってね、はい、はめ込んであげて、こうですね、はい、この突起をこの穴にね、差し込んであげます。はい。でここの穴、後ろにねいっぱい穴があるので、そこに使わないパーツをこのように差し込んであげることができます。こうやってね、はい。でこれ一旦置いといて、これですね、これもこのように上にちょっと向けてあげて、足をしまって、で一旦これで置いときましょうと。でこの顔を前に引っ張って外して半分に割ります。でそしたらこれを上に持ち上げて、はい、この足がねまっすぐになるように持ち上げて、ワンクリックちょっとカチッと足開いてあげましょう。でこの肩もね横に開いてあげて、でここくるっと回転させます。はい。でこれ外して、でここ拳回転させて、はい、出します。で下に下ろして拳前に向けると。でこの外したこれをこの横にこうやってくっつけます。はい、腕の横にくっつけると。そしてさっきのこの顔がついてるパーツですね、これをくっつけるんですけど、一旦ここ下にロック解除して、これをパーツ前にスライドしてからまたロックをします。これがね前にある状態でここにこうやってくっつけて、はい、合体させてあげましょう。でそしたらこの下からこのパーツもねこうやって、これ邪魔な時はもうこれ一旦ちょっと外してあげてからやりましょう。こうやってねここの3つの穴にこの差し込んで、はい、こう上に持ってあげると。でこの拳にまたさっきのやつ、これをこうやってね、はい、かぶせてあげると。はい、こんな感じで良いでしょう。でそしたらこの肩の部分にここに突起があるんですけど、それをこの肩の穴に差し込んであげます。反対側もここに差し込んであげると。はい。でこのゼロレオンのこの突起をここにこの穴にね差し込んであげて、このね肩に顔が来るようにねしてあげます。反対側もこうやってね取り付けてあげて、でこのね銃とかが余ってるんですけど、余ったやつはこの背中のねどこかしらの穴にね絶対入るようになってるんで、こことかにこうやって差し込んであげます。これでギガントポリスブレイバーヌルオーバードライブになります。いやめちゃくちゃにかっこいい。
何これ本当に。この肩にさ、ゼロレオンの顔持ってくるっていうのがもう最高にかっこいいですよね。しかもこの羽も、この元のヌルからもうほぼ倍ぐらいの大きさになってるっていうね。はい。めちゃくちゃかっこいいです。ここに Z ってね、でっかく書いてあって。で、この羽もこうやって動かすことができます。はい。で、こうやってね、やることができる。めちゃくちゃにかっこいいと。はい。で、このギガントポリスブレイバーと並べると、こんな感じになっております。この、やっぱり、合体のさせ方もちょっと変わってるので、例えばこの交番のこの肩のアーマーの部分はこの後ろの方に来てたり、あとこのシールドになってるのはこっちに移動してたりとか、結構変わってるんですよね。うん、でこの武器もこの全部後ろにねやっちゃってるので、じゃあこれの武器どうなるんだいって話なんですけれども、なんとこちらゼロレオンの頭外します。でここの裏から、はい、こちらライオットライフルをね出してあげて、でまたこの突起をここの穴に差し込んであげると、はい、なんとこのゼロレオンの顔が武器にもなるっていう。いやもう優秀すぎるねこれは。いや本当になんかかっこよさを詰め込みまくってるよね。はい、これがライオットセイバーですね。はい。でこうやってね、はい、やってあげると、はい、こういう武器になります。いやめちゃくちゃにかっこいいです。そしてさらにすごいのが、もう皆さんお気づきかと思いますけれども、こちらこのもう一つの顔があるわけですね。はい。で僕はもうそのためにね、はい、こちらもう一体買ってましたので、はい、これにねもう一体のやつやっていきましょう。でこちらのね、優しいねレイ君で合体させていきたいと思います。ここにまずはガチャッとねくっつけてあげて、でこの後ろにこれを、はい、スライドさせて、でこのパーツ外して、これをこの背中の部分にくっつけると。はい。でくっつけたらここの顔に、あ、待って、これくっつけられるのかな。ここにいけるか。あ、まあいけるじゃいけるか。はい。これでギガントポリスブレイバーゼロオーバードライブになります。なんと正義の状態にすることもできるっていうね。はい、こっちが悪です。こっちが正義っていうね。いや、これがね、26話だったかなの最後にほんとチラッと出てきたんですけれども、もう正気を取り戻したレイ君がね、このモードになるシーンが一瞬だけ出てきたんですけれども、めちゃくちゃやっぱかっこいいよね。しかもおもちゃでこの善と悪のこのモードを両立して再現できるっていうのが本当に嬉しい。素晴らしすぎる。はい、っていうね感じで、いやこのねギガントポリスブレイバーゼロオーバードライブの活躍もねちょっとアニメで見たいですけれども、もうおもちゃをね買ってしまえばそれをこう自分でね楽しめるっていうところがあるのでいいと思います。そしてさらにちょっとね僕気になる、ね、ことがありまして、こちらスカイブレイバーと合体できるのかっていうところをちょっとやってみたいと思います。このギガントポリスブレイバー、こっちね、はい、これはこのスカイブレイバーと合体してアナザースカイモードっていうモードにねすることができるんですけれども、このオーバードライブもねできるのかちょっとやっていきましょう。パーツを、用意しまして、でこれをまずこの足の横に、やっぱりこうはめられますね。この元は同じやつなんで、はい。で足はめて、次は
これだね。はい、羽を一旦こうくっつけて、でこれを背中にくっつけたいんですけど、これはちょっとしょうがないね。外しましょう。でこれも一旦外して、でここの部分ですね。はい、この足を下に回転させて、でここにスライドして、はい、くっつけると。でここにちょっと羽がぶつかる。てかそもそももう羽あるもんな。アナザースカイモードにしなくても羽もうあるもんな。いらないのか。はい。まあちょっと羽をちょっとずらしてこうやってくっつけてあげれば、はい。うわ、これでなんとギガントポリスブレイバーゼロのアナザースカイモードになりますわ。できるんだね。できるのはできるけど、ちょっと羽がもうたくさんあるね。これはちょっと飛んでる時にこの羽同士がぶつかる可能性もね、ちょっとあるかもしれませんけれども。いや、いいね。やっぱりこうやってジョブレイバーって本当にいろんな、ね、今までのアイテムと合体とかねできるんで、本当たくさん持ってれば持ってるだけ楽しいんだよね。いや、めちゃくちゃかっこいいね。ということで今回のギガントポリスブレイバーゼロオーバードライブデラックスセットと百獣帝王ゼロレオンのレビューいかがだったでしょうか。いや、これはもう本当に今までのジョブレイバーギガント系の集大成と言っても過言ではない出来なんじゃないかなと思いますね。なんか本当ここもっとこうして欲しかったみたいな箇所が一個もないんで、本当になんかもういろんなもうこうやってほしいみたいなことをもう全部やってくれてる。しかもプレイバリューもめちゃくちゃあるっていう、もう神玩具にもう昇華されてるんで、これはもうジョブレイバー持ってない人だとしても絶対買うべき商品だと思いますね、これは。ということでね、はい、今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。